魚屋釣り船西田店長です。皆さん、海の主と呼ばれる魚を知ってますか？歯がとてつもなく鋭く筋肉質のマッチョ体型なあの魚種。そうです。クエです。クエは成長に時間がかかるため高級な食用魚として漁業や養殖の対象とされています。生まれた直後は約2ミリの大きさで最初の数年間は比較的早く成長しますが、成長速度は年々徐々に遅くなってしまう魚なんですね。なんと6歳頃からは成長の遅さはピークに達して10年でやっと体長70センチ。小さ。その後さらに10年をかけて20歳でやっと体長1メートルを超えるかどうかと言われています。最大級の個体は推定40歳前後で 1.5 メートル50キロに達することもあります。生息地は主に太平洋沿岸や瀬戸内海、そして九州の沖合などに生息しています。クエは潮通しの良い岩礁帯やサンゴ礁に生息し、水深50メートル前後の比較的浅い海域を好みます。単独で行動し、日中は岩の隙間などに潜んで夜間に小魚や甲殻類、イカなどを捕食するすっげえ恐ろしいやつだ。九州では地方名でアラと呼ばれるんですが、富山県氷見市の競り場でも水揚げのあるアラとはまた違うので、買うときは飲食店なんかでは気をつけてね。まあ飲食店でこれ知ってたら達人やなって言われるな。他に日本各地でモロコと呼ばれてたり、愛知県はマス、三重県はクエマス、四国なんてもう青菜って言ったりするぐらい、もうクエとは程遠い呼び名もあるんですよね。そんなクエを先輩が釣ったからさばいてくれって言うんでむちゃくちゃだるかったんですが、いつも世話になってる先輩なんで心よく引き受けた笑顔でさばくことにしました。さあ先輩が納得する魚さばきを見せれるのか。西田店長腕の見せ所だぞ。あ、そうそう、ここは大阪にある居酒屋で鬼締めの刺身や焼き魚とおでんを楽しんでもらうおでんと魚の大衆居酒屋釣り船谷町店っていうところやねんな。大阪来たらぜひ寄ってってや。こっからが問題やな。よっしゃやるか。それでは開けましょう。魚屋の釣り船ピッチピチ TV 始まるよ。よいしょー。ほんまに業者さんっすねこれやってることは。水に一切触れんように。よいしょ広島クエ15キロでございます。でかい。僕となっちゃいますよね。タカちゃんのやったらさばくよと思ったけど、後から聞いたら友人が釣ったという。まあさばきましょう。はい、しっかりとやってますんで、袋にさらに袋、そしてラップ。完璧っすね。水を嫌うんでね、某 YouTube 動画で教えてもらったんですよ。水に降らしたらあかんっつって。なんとかピッチピチ TV ですか、偉そうなやつがやってる。偉そうなやつがやってます。おお、いい感じと思いますよ。クエって犬の匂いするでしょ。獣臭。あ、そうなんですか。失敗して持って帰ってきたら豚骨ラーメンっていうか、なんかわかる、ラーメン並んでる時のなんか匂い、あんな匂いするんですよ。これはいい匂いしてる。おお、めっちゃ綺麗ちゃうんですか。本日24日日曜日なんで12日間、8か、8日間放置、8日間鬼締め。めっちゃ綺麗。見て、すごいよ。ぬめり全く出てないですね。最初持って帰ってきた時はぬめりめちゃめちゃあったんですよ。こういうのね、こういうの、それも全体に出てたんで。俺の鼻水ちゃうからねこれ。ほんまやったらこれですよね。これが全体に映ると。歯、これ毛がすんで俺見える？えげつないっすこれ。何列あるんですかこれ。すごい。ここも歯や。エラにもギザギザあるっすね。鱗も食べますよね。鱗食べれるの？クエ鱗揚げて食いますよ。あ、そうなんや。まあ高級魚やから多分何でもかんでも食うと思うんですけど、クエは魚屋さんは料亭に突き引きしといてって言われたら鱗も綺麗に全部納品する。すごいですよこれ。ほらうちを全然ぬめりないわ。すごい完璧ちゃいますこれ。真夏のクエっすね。そうです。結構クエって冬がうまいんじゃないのって言う人おるんですけど、実はクエって一年中うまいんですよ。対極でうまい。だから冬がうまい魚は夏もほんまうまいやと。そうなんですよ。うまい魚って一年中うまいんですよ。その季節らしいうまさがある。それがね、あんまり不安定じゃないのが結構クエって昔は言われてたみたいですよ。安定感があって希少やから高いみたいな。これすき引きね。これすき引きは鱗を包丁で切り剥がす職人技なんですが、魚は実は鱗、皮1、皮2、身という順番の構造になってて、このすき引きは鱗と皮1を一緒に切り剥がす魚屋の技なんですね。これをすると鱗が飛び散らないだけではなく、魚に優しく焼いたり煮付けにした時にさらに美味しく食べれたり、特にクエみたいな魚は鱗を素揚げして食べれることができる素敵な技なんですね。
これ揚げるんでちょっとね分厚めにすき引きできた方が美味しく揚げれるんですね。これ素揚げ。素揚げちゃうんすか。なんかちょっとつけんのかな。そういうところが料理人じゃないからわからないですよね。そうでこれ財布作れんちゃいます。ここはこうやったらやんにくいんですよ。寝かした方がやりやすいです。すんごいいい身パンパンっす。料理番組で。こんな料理番組やったらニッチすぎて維持率めっちゃ低いでしょうね。この辺がね結構お腹取ったら難しいっていう人おるんですよ。この内臓取ったらすき引きが。そういう時はここにタオル入れます。こうやって内臓あったみたいに。こうやって難しいな。重たい。でかい。すき引き何回かチャレンジしたけどうまくできたら多分一回もない。絶対右行ってしまう。鮮度良かったらやりやすいでしょう。張りがちゃんとあるんでね、身に。まあけど難しいもんですよ。こんだけ集中しててもこことか鱗薄いんで、もうほら失敗ギリギリやもん。カマらへんはめっちゃ薄いんですよね。魚ってめっちゃ不思議に思うんですけど、ここエラん中この辺刺したら死んじゃうじゃないですか、急所じゃないですか、なんか急所らへんめっちゃ弱くないですか。防御急所のくせにね。ご飯食べるときエラ開けるし、無防備やん。そうめっちゃ思うんですよ。なんでなんかなって。この辺はもう細かい鱗なんで揚げ物用にはせずにもう捨てちゃいます。今日人の魚やから真面目っすよ。いつもバーバーバーってやって「はいミスりましたね」っつって「ミスった時は」言うてオッケー。じゃあ反対。色完璧っすね。泳ぎそう。ほらこの目の色だけ隠したらほんまに今剃りましたよぐらいの。ねえ、これ何センチぐらいや。2、4、6、8、90ぐらいあります。クエって1メーターになるのに20年ぐらいかかりますよね。マジで。クエの寿命って3、40年みたいですよ。だから希少みたいですね、大きいのが。ちっちゃい時は一気に大きくなって、あとは徐々に大きくなるんだよな。これ反対がうまくいった時が集中どころなんですよ。大体ね、うまいことをいったその次の反対がミスるんで調子乗って。いけてるいけてる。あーちょっと怖い。あ怖い。幅広すぎる。幅広いな。うん、ちょっと狭めよう。あ怖い。えいけてる。うん、これヒレもね、ヒレ酒、ヒレ酒うまいっすよ。あ、クエも。そう。へえ。捨てるとこないぐらいな。ないっすね。うまいっす。香ばしくて。一回焼いて。うん。塩で揉んでからね。フグと一緒っすね。
塩でもんでぬめり取ってからペタ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 壁に貼って乾くまで待ちます。だから赤い魚おるじゃないですか。クエで言ったら大正で言ったら赤人とか赤い魚特にうまいですね。カサゴ類の味噌。そうあれでヒレ酒やったらめっちゃうまい。甲殻類の味するんでね、赤いやつは。それが酒に落ちたら想像しただけでなんかうまそうでしょ、だから釣ってきたら風通しのいいなんか壁とかにペタペタ貼っといたら勝手に完成してるんで。けど気をつけなあかんのがペンキ、壁のペンキしょうもない壁やったら全部完成したな思って剥がしたら全部ペンキついてるから、ヒレの裏に。どうかあるやん、カサゴ類で。でも背びれだけか。それ調べなあかんすけどね、僕がないかは。この辺は包丁、このサイズは長いの使わな。こうやってる時にここ刺さるんで指。危ないですね。そうこう長いのでやるからちょっとかっこ悪いけど、こうやっても使う。こんな感じ。突き引きは力いらないんでどこ持ってもできます。すげえ。ああ失敗した、ごめんなさい。むずいっすね。かまらへんから柔らかいんですよね。鱗が細かくなってきて。あとやっぱ終盤になってくると集中力欠けてるっていうのもありますよね気づいたら息止めてるんであとはここまで大きいんで頭ちゃんと食べれるんで全部取ります。頭もう全部すき引きできるんですよ。不思議なんですけど、魚って身あるとこしか鱗ないんですよ、ほとんど。やのにここだけ身ないのに鱗あるんですよ。これはなんでか分からへんです。何のため。ここまでしてくれる魚屋があったらそれはいい魚屋。クエのセカンドバッグだいぶ来た。この辺も鱗あるんでね、取ってあげる方がね美味しく食べれるんでね。クエの釜とかどうするの？焼くの？焼いてもうまいですけど、やっぱ肉質なんていうんですかね、パワーあるんで焼いたらすんごい硬いんですよ。ああなるほど。だからまあ焼いて豚足みたいに食うのもうまいですけど、やっぱ煮付けめっちゃ長いこと炊く方が、炊いてどんどん柔らかくする方がうまいですよね。もうちょっとで全裸やで。おっしゃ風裸になりました。真っ裸。すげえ。だからちょっと2人で自撮りしとこう入ってる？わからんわからん。オッケー。めっちゃ綺麗。俺全然綺麗すぎ。血が一切出てこないんですけど完璧っすね。こんなん居酒屋さんで納品されたらめっちゃ嬉しいっすわ。綺麗っつって。時
自分の魚やったらあれやけどこれ預かってる魚やから俺もタカちゃんも全く関係ない魚ですからねこれエラもこんな綺麗残ってるエラ色の子ね色も全然黒なってないもんね、1週間後ですよすごいじゃあこれで洗っていこうかじゃあここでヒレとかについてるぬめりをもう完全に落としちゃいます。できるだけこの時以外に水を当てたくないんで、水を当てる作業はできるだけこのタイミングで終わらせます。そこの中っすよ、ここめっちゃぬめり残るんで、畑を多分こんだけ洗っても残ってるけど、まあ一旦洗ってこんな感じで、これ拭きながらストイックの人はこっちで筋トレしながらね、こうやってはい、じゃあさばきます。ここからでっかいだけで普通の魚と一緒っすね。すっげえ油綺麗なこれすごいっすよ。絶対ママ頭無理、もうここ硬いもん刺身とか余裕ちゃう？余裕っす、全然余裕っす。刺身どころじゃないっすね。一回行ってみよう。鍋したら何人前なの30人前ぐらいあるんです30。いや、ここまでできついもん。いくよ。全然動いてないじゃん。シュッシュって言ってたけこれ亮太でも無理ちゃうか。研ぎ師亮太でも。あ、いったんちゃう？うん。大きく読みます割りますよ。これ厳しいて。でもちょっと行きたいな。行きたい。絶対ちょっとずつ行ってる。いってるいってる。ほら来た。鮮魚統一。叩きたくないねん。あ、そうだ。ほら出た。オープンでございます。よいしょ。もうクエのまま頭どうだまあクエとてね、ここ開いちゃえばこれで関節外れたんで叩かんでも切れるはず。これ下。うん、ここね、真ん中、何の力もなく、ほら
うい。よっしゃ、じゃあここから小分けしていきましょうか。子犬ぐらいありますよ。やばいっしょね。そらええ出し出るわ。いや全部食えるから大変や。食えだけにね。クエ食うたら他の魚食えんっていうちゃんとしたことわざあるらしいですよ。全然ことわざに聞こえへんけどね。親父ギャグ。親父がそこ刺身じゃん。ここ多分北新地の寿司屋で1貫3000円ですこんな感じでね、贅沢なんですよ。これやばいよ。美しすぎる。ここもらいましょう。まあここからさらに何日か置いとくんですね。その時に美味しく食べれるような梱包。よいしょ。お腹の強いとこ、防御が強いところに置いて、この血がまだにじむじゃないですか。これにじまさへんようにここだけちょっとかぶしちゃうっていう。血管のとこだけね。そう、ほんならこっちに流れるから、こんな感じにすると身に直接当たらないんでボソボソしないと。これが一番鮮度よく持つ方法っすね。最高っすねこれ。価値あるわ、めちゃめちゃ。入る？あ、ギリギリ。弱心食う。完成です。釜とかも一緒っすね。こうやって置いて、食べるところに当てたらボソボソになるから、こう何もないところに置いてあげる。何もないところに置いてあげると出たドリップがこうでするから美味しく保存ができると。だからこれタカちゃん実は冷凍する時ってね、キッチンペーパー外して冷凍するじゃないですか。ここに当てとくと冷凍する時もこのままできるんですよ。普通冷凍ってキッチンペーパー巻いて冷凍したら冷凍焼けになるじゃないですか。だからここに入れといたら1日2日ほっといて冷蔵庫で、あ、食べるタイミング失ったなと思ってもこのままもう巻き替えんでもいけると。ここは関係ないんで。要は食べへんとこに当てるべきってことね。皮目に当てるのはそういうことだよね。じゃあここ釣った人が今いない間にいただきましょう。すげえっすよ、これすげえっす。もうブロックでいこう。贅沢。それでは地球の恵みとこのクエを釣ってくれた先輩に感謝いたしましていただきます。めちゃめちゃ鬼うまきら。
はい、ということで今回は先輩の、クエ、15キロのクエね、立派なクエでした。鬼締めのクエを、さばく動画でした。普段はね、さっきも言ったようにこんなサービスはやってないので、俺の魚もさばいてくれへんかっていう連絡はやめてください。はい。ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ということでね、また皆さん、地球の動画でお会いしましょう。チャオ。じゃあ、こんな感じで先輩のクエさばき終了。ありがとうございました。こんなサービスはやっておりません。One strike and it's over, no room for doubt or talk. See it in my moves, got 'em all hypnotized. When you should, it's only G-Man. Watch the light in their eye.